皆さんは世界遺産に近い姫路最大級の温泉旅館をご存知ですか？姫路城下の奥座敷として親しまれたその温泉郷には、日頃の喧騒を忘れさせてくれる極上の癒しが待っていました。広々とした館内には最高のおもてなしがあり、その中でもアラフォーおっさんの心をときめかせたのは、おやつ、バチ汁、播州牛です。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は、兵庫県姫路市の塩田温泉に堂々と構える姫路最大級の湯宿、里湯ひととき夢の井です。塩田温泉は300年の歴史を持つ姫路の奥座敷。かつて潮を吹く田んぼから湧き出したと言われるのどかな里山の名湯です。そんな名湯を贅沢に楽しめるのが今回宿泊する夢の井さんです。気になるアクセスは、電車の場合 JR 福崎駅から運行されている無料のシャトルバスで約15分、車の場合は中国自動車道の夢前スマートインターからわずか2分と、驚くほどアクセスがいいのも魅力の一つです。大阪方面の場合は夢前インターを降りて T 字路を曲がるだけで目的の旅館がすぐに見えてきました。目の前が少し坂道なものの、特に困ることはありませんでした。夢の井さんに到着です。お車でのアクセスでも駐車場は広々としていて、駐車に困ることがなさそうなので安心ですね。さすが最大級とあって、その佇まいに旅の期待も膨らみます。夢の井さんには別館の露天風呂付き客室の夕焼け小焼けや愛犬 OK のお部屋などあり、様々なスタイルで楽しめそうですね。どちらもいつかは宿泊して動画にしたいと企んでいます。それでは気になる館内の様子を覗いてみましょう。こちらが夢の井さんの館内の様子です。天井が高く、非常に開放感のあるロビーが迎えてくれました。近年リニューアルされたそうで、足元から華やかで素敵ですね。そのロビーの窓から見えるのは雰囲気のある庭園。外へ出ることができ、宿泊記念のフォトスポットがありました。滝から流れる水の音が心地よくて癒されますね。続いてロビーの少し奥へ歩いてみると、右手の方に何かが置かれていますね。こちらはジュースとコーヒーマシンのドリンクコーナー。宿泊者に限り、お部屋にあるタンブラーを持ってくると無料でジュース類を飲むことができます。ただしコーヒーは有料なので注意してくださいね。蓋付きのタンブラーに入れてお部屋で飲むこともでき、21時半まで利用できるのも嬉しいサービスだと思いました。そのドリンクコーナーのすぐ近くにはお土産どころがあります。姫路最大級の温泉旅館というだけあって、ワクワクするほど数多くのお土産が販売されています。地元の銘菓から播州の特産品はもちろん、姫路城にちなんだお菓子や特産品もずらりと並んでいますね。旅の思い出をあれこれ選ぶこの時間も、温泉旅行の醍醐味の一つだと思っています。お酒好きの私にはたまらない地元の名酒コーナーもありました。どれを買うか悩んでしまうほど魅力的なラインナップでした。他にも施設はありますが、まずはお部屋へ。道中もご紹介しながら進みますね。いきなり道中にエスカレーターがありました。まさかのエスカレーターの登場にテンションが上がります。近くにはタバコの自販機があり、なんとおみくじ付きのお菓子も売られていました。どんどん奥へ歩いていくと、こちらは喫煙者も安心の喫煙所です。その隣には浴衣コーナーがありました。
お部屋には中サイズの浴衣が用意されていますが、もし特大や小サイズに幼児用の浴衣が必要な場合は忘れずに持っていくようにしましょう。同じ場所に自販機もありました。ジュース類はもちろんのこと、お酒類もかなり充実しているのが素敵ですね。今回宿泊するお部屋は3階になりますので、ここのエレベーターを利用します。毎度のことながらお部屋へ向かうときは楽しみが止まらず、ついつい早歩きになってしまいますね。303号室に到着しました。それでは早速お部屋に入ってみましょう。今回宿泊するお部屋は12畳半の和室。お部屋お任せプランで幼児を含む5人での予約でしたが、この広い和室をご用意していただき嬉しかったです。まず入り口の左手にある引き戸を開けてみると、そこには浴衣やタオル類がありました。中サイズ以外は先ほどの浴衣コーナーにあります。浴衣の帯に水色が映える浴衣、バスタオルに黄色い袋にはハンドタオル、そして足袋と温泉宿らしいアイテムですね。隣には紫が素敵な茶羽織がかけられていて、下を見るとセーフティーボックスがこんにちは。お部屋の中央には和室ならではの座卓。お月お菓子を食べながら和室でのんびりするのは旅館ならではの贅沢だと思いますよね。あんこがすごく美味しかったです。他にもエステルームの料金案内やインフォメーションブックなどが置かれていました。座椅子で座ってみるのにちょうどいい中型サイズのテレビ、下には電話に Wi-Fi 案内やティッシュがありました。奥の障子戸を開けてみると、こちらも和室ならではの広縁。テーブルと2脚の椅子がありました。窓の外にはのどかで情緒ある里山の景色。この静かな環境も夢の遺産の魅力の一つだと思います。和室を出てすぐにはポットにお茶セット、一番下に小型の冷蔵庫があって、開けるとお水も用意されていました。真ん中の引き出しを開けるとコップ類があり、お茶用の茶卓と湯飲みにガラスコップがあり、こちらがロビーラウンジでご紹介したウェルカムドリンク用のタンブラーです。その下には栓抜きがありました。踏み込み付近には2つのドアがあり、1つ目はトイレ。とても清潔感があり、安心して使用できました。もう1つのドアを開けてみると、そこは洗面所。嬉しいことに2つあるので、朝の準備もスムーズにできました。真ん中には歯ブラシなどのアメニティに、乳液や化粧水などもしっかり取り揃えられていました。ちなみにドライヤーはパナソニック製です。奥にあるドアを開けてみるとお風呂がありました。きれいにお手入れされているので清潔感があり、大浴場が苦手な方でも安心ですね。シャンプー類ももちろん用意されていました。こちらは旧のアメニティでした。最後に踏み込みにある下駄箱を見てみると、2種類の履物が用意されていました。好みに合わせて選べるのは嬉しいサービスですね。夕食までの時間を広いお部屋でのどかな景色を眺めながら、本当にゆっくりと過ごすことができて最高でした。お部屋紹介も終わりましたので、残りの施設を見に行きましょう。エレベーターに館内情報があるとワクワクしますよね。まずはエレベーターで1階に降りてすぐの場所に、
お子様のテンションが上がるキッズコーナーがありました。いろんな絵本やたくさんのぬいぐるみ、ブロックなどのおもちゃもあるのでずっと遊びそうですね。その隣には一風変わった緑のテーブルが、よく見るとコマがあり遊び心のあるオセロのテーブルでした。このまま露天風呂の方へ歩いていくと、こちらもお子様が喜ぶたくさんのガチャガチャコーナー。実際にガチャガチャをしてすごく喜んでいました。その向かい側にはカラオケルームがありました。盛り上がる施設といえばやはりカラオケは欠かせません。大人数でも楽しめる大部屋もあるので宴会もバッチリですね。すぐ隣には大人もテンションの上がるゲームコーナー。太鼓の達人にスロットやクレーンゲームなど熱いラインナップ。お察しかと思いますが、私はゲームコーナーが大好きです。クレーンゲームが下手なくせに頭の中でシミュレーション、イメージでは取れたので早速チャレンジです。私の直感がゲーム機のスイッチを狙えと告げました。あれ、調子が悪いかな。見事に空振り三振でした。ちなみに両替機もあるので安心です。嬉しいことに施設はまだあり、さらに奥まで進んでみると、そこには城下町のような風情のある通りがありました。その一角にあるのがセルフバーである地酒とおやつのもぐもぐです。まずはお菓子が食べられるおやつコーナーを見てみましょう。無料のおやつは季節ごとに違うそうです。この日は美味しそうなエビせんに柿ピーやジャムを添えたクラッカーなどがありました。その奥には自分で作れる綿菓子機まで用意されていました。童心に帰ってふわふわの綿菓子を作るのも楽しいですよね。このエビせんがサクサクしてとても美味しかったです。夕食前にも見に来たら入れ替わっているお菓子がありました。おやつのすぐ隣には播磨の地酒まで楽しめるセルフバー。どれもリーズナブルな料金なので、飲みたい場合はこの伝票を記入してボックスに入れることでチェックアウト時に支払うシステムみたいです。19時からも素敵なサービスがあるそうです。これは後で絶対来ないとですね。2階の方も散策してみると、エレベーター前には卓球台。フロントでの予約制で1時間550円と有料にはなりますが、これもまさに温泉旅館の定番ですよね。ゲームコーナーがあるので卓球台もあると思っていました。エレベーターを背に右側をぐるっと歩いていけば、開放感のある立派な吹き抜けがありました。この広々とした空間づくりも夢の遺産の魅力の一つですね。そのすぐ隣にもなんと2台目の卓球台がありました。休憩用のソファーもあるのでのんびりと卓球が楽しめますね。その他の施設として夏季にはプールも楽しめるみたいです。さすが姫路最大級の温泉旅館というだけあって、とても楽しい施設がたくさんでした。続いては大浴場のご紹介です。夢の遺産では彦星と織姫という大浴場と、播磨で最大規模の満天星という新大浴場の2種類あります。まずは趣のある内風呂の彦星と織姫を見に行きましょう。その大浴場の近くにはゆったり広々とくつろげる素敵な湯上がりサロン夢語りがありました。大きな窓からは手入れの行き届いた庭園を眺めることができ、お風呂上がりに一息つけるのは本当に贅沢な時間です。
彦星と織姫は一対の立派なお風呂が用意されています。その大浴場の入り口がこちらです。ちなみに入り口の前には嬉しいアイスクリームの自販機。24時間いつでも購入できるのがいいですね。彦星と織姫はジャグジー付きの大浴場。どちらも同じような広々とした立派な作りになり、朝夕で男女が入れ替わります。メタホウ酸やメタケイ酸を含んだ泉質とジャグジーの刺激が日頃の疲れを優しく癒す、まさに気品に満ちた空間でした。続いてはもう一つの大浴場、満天星へ向かいましょう。先ほどご紹介したゲームコーナーやもぐもぐの前を通り、自動ドアを抜けてもう少し歩いたら、その先に満天星の入り口があります。館内がとても広いので、ちょっとしたお散歩気分ですね。満天星の入り口を抜けると、まずは広々とした休憩どころがあります。こちらは2017年の12月にリニューアルされたそうで、デザインの異なる椅子やソファーがとてもおしゃれですね。さあ、満天星に入ってみましょう。夢の遺産の寝台浴場は趣の異なる9つのテーマパーク。名物の薬草風呂や寝湯にマイクロバブルバスなど、楽しくてくつろげる癒しの空間が随所に広がります。ちょっと入ろうと思っても長湯必至の炭作りなラインナップですね。中でも広々としたメインの露天風呂は、心ゆくまで足を伸ばせて至福のひとときを感じる特等席でした。プライベート重視なら貸切風呂やサウナもおすすめです。心ゆくまで整う贅沢なひとときを過ごせそうですね。お風呂でさっぱりして、いよいよお楽しみの夕食です。食事会場は2階の2つ目の卓球台の少し奥。嬉しいことに個室を用意してくださっていたので、周りを気にせずゆっくり味わえるのが最高でした。本日の夕食は季節の懐石料理プラン。地元の旬が詰まった播磨の恵みを惜しみなく味わえる贅沢の極みです。ちなみにこちらがお子様のお料理になります。ハンバーグやエビフライにカニグラタンなどに加え、小鍋のうどんもあり、豪華で美味しそうです。大人のメニューに戻り、前菜はくわい松風やカニ味噌豆腐、かぶらの小袖寿司に富有柿の白あえなど、どれも美味でした。続いてのお作りはイカ、タイ、マグロ、島アジの4種盛り。四角いわさびを添えてたまり醤油でいただくと、お口の中で新鮮さが広がって最高です。蓋物の土瓶蒸しはお出汁が芳醇で、すだちを絞れば格別の香りと味わいでした。蓋を開けて中を覗いてみると、金目鯛やカニつみれなど贅沢な具材が豪華な顔ぶれでお出汁の中に隠れていました。続いての大物は柚子山椒鍋です。まさかのカニの登場にテンションが上がります。他にも穴子や甘鯛などの贅沢な具材を一気に小鍋へ移すと、驚くほど華やかな眺めになりますね。柚子山椒の爽やかな香りと重なり、心の底から温まりました。ここでお隣失礼しますと言わんばかりに、3種類の地酒が並ぶ利き酒セットの登場です。雪彦山に千姫、そして奥播磨と、どれも姫路の風土が育んだ地元の地酒です。ちなみに私は雪彦山が一番好みでした。地酒に誘われた焼き物はぶりのネギ味噌焼きです。香ばしいネギ味噌の香りが食欲をそそります。
脂ののったブリのうまみと味噌のコクが絶妙で、地酒がノンストップの贅沢な味わいでした。そしていよいよ大本命の登場。メインの台のものは姫路和牛のステーキ。お肉が焼ける音につられてハイボールもやってきました。地元ブランド牛は口の中でとろける脂の甘みが格別で、ハイボールと響き合い、まさに踊りたくなる至高の一品でした。お料理の締めくくりは白さが際立つご飯セット。添えられた鯛味噌と肉味噌が絶妙で、お味噌汁は嬉しいなめこ入りでした。締めのデザートはショコラムースにメロンと塩大福。3種類もあり、どれも別腹で美味しく、ごちそうさまでした。夕食を食べ終わり、お部屋でのんびり過ごした後は、お楽しみの夜食バチ汁をいただきに再びもぐもぐへ向かいました。こちらは播州名産のそうめんを生かした郷土料理で、夜食はセルフで出汁を入れるスタイルでした。程よい量なのも食べ過ぎた夕食後にちょうど良かったです。冷えた体にこの温かさが最高の贅沢で、身も心もほっこりと癒されました。ぐっすり眠れた翌朝、次のお楽しみの朝食を食べに行きましょう。エレベーターで1階に降りてすぐ左が食事会場で、ビュッフェ形式の朝食なのですごく楽しみです。丁寧に席まで案内してもらい、ビュッフェスタートです。だし巻き卵や温泉卵に使用されている卵は地元で採れた夢美人というブランド。姫路名物の穴子がたっぷりの穴子飯に、そのトッピングと隣はタルタルソースに白身フライ。姫路和牛のカレーもあり、とても美味しそうです。生姜醤油で食べる姫路おでんも味わえちゃいます。お子様にも嬉しいウインナーやベーコンといった定番のメニュー。レンコンと山クラゲのきんぴらにアジの南蛮漬け、ほうれん草ごまあえやローストチキンとバラエティ豊かな顔ぶれですね。赤色がおしゃれな鍋には筑前煮、ネギ、生姜、鰹節の薬味の横には寝起きの体に嬉しい湯豆腐。ご飯の相棒である鮭の塩焼きも最高ですね。さらに意外な肉餃子までありました。その上ロールキャベツと朝から珍しいラインナップ。日本の食卓を彩るお漬物類も充実しています。だしの香るお味噌汁も欠かせません。五臓六腑に染み渡りますよね。かぼちゃのスープまでありました。炊飯器には兵庫県産米のおかゆに納豆や味付け海苔、当然ご飯もたっぷりと用意されています。こちらは抹茶デニッシュにクロワッサン、ベーグルやオリーブオイルのパンと種類が豊富で、箱の中にはサクッとしたミニアップルデニッシュ、さらに姫路名物アーモンドトーストまで用意されています。続いてはサラダコーナー。ポテトサラダやマカロニサラダと充実で、彩り豊かな生野菜たちも並んでいました。ドレッシングも数種類から選べるのが嬉しいですね。フルーツにプチシュークリーム、プリンや自家製ヨーグルトまであって、甘いものはやはり別腹ですね。ドリンクコーナーには朝食に嬉しい牛乳やジュースサーバーがあり、種類豊富です。コーヒーやミルクティーにココアなどもあり、もちろんお茶もありました。一通りご紹介しましたが、どれも美味しそうですね。これらの素敵なお料理を欲望のままお皿に乗せていけば、私プロデュースの欲望のスペシャリテが完成です。好きなものを好きなだけ選べるビュッフェはまさに食の宝探しで最高でした。
朝からお腹も心も大満足でごちそうさまでした。今回は姫路の塩田温泉にある夢の遺産をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。姫路最大級の館内は撮影が大変なぐらい広大で、一日中遊べる施設がたくさんあってとても楽しかったです。個室でゆったりと味わえた夕食は姫路和牛のステーキをはじめ、美味しい地元食材豊富な絶品料理ばかりでした。また9つのテーマパークと比喩される露天風呂も最高でした。そんな素敵尽くしの夢の遺産の今回の宿泊料金は、金曜日の5人宿泊で大人1人当たり1万7500円でした。姫路の観光拠点にこの温泉旅館を超おすすめします。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。